はい、今回は私、インドネシア生活10年選手がインドネシアの好きなところとちょっとどうかなっていうところをそれぞれ3つずつ、紹介したいと思います。インドネシアに今後来る予定の方、ぜひご覧ください。インドネシアに来る予定がない方、ぜひご覧ください。まずちょっとどうかなっていう思うところからなんですけれど、まず最初ですけど、生活費が安くないです。2月の我が家の収支ですけど、食費が3万、電気代とかサービス費みたいなの、Wi-Fi とかね、水道代とかそんなんが2万で、子供の費用、幼稚園の学費とか、こいつのミルク代とかね、それが7万ぐらい。あと、レストランで飯食ったり、あとティッシュとか買ったり、田舎への仕送りとかね、そんなんで5万です。で僕国民年金払ってるんでプラス2万で、あとプロテインとかね、なんやらかんやら買ったら20万なります。これがね最低ラインかなと思ってます。個人的なもの買うとか旅行行くとかそんなんすると、ガンガン高くなっていくっていう感じですね。で僕の場合家賃持ち家なんでないですけど、学費とか払わないといけないんで、だから僕と同じ境遇の方は本当にちょっと考えてきた方がいいと思われます。僕なんて本当何も考えんともうズタ袋1個でこう来たんでね。はい、じゃあ残念なところ2つ目ですけど、ちょっとホスピタリティが少ないです。嫁が最初に妊娠した時にちょっと流産してしまって、で普通の病院で手術するんだったら10万かかるって言われて、でベイペ JS っていう健康保険があるんですけど、それを使えばタダになるけど、病院が指定の病院になる感じで、指定の病院に行ったんですよ。でベイペ JS 使える病院っていうと、いろんな人が来るんで、結構ねサービスがこうどっちかっていうと質が下がるような感じなんですよ。で例えば朝6時半に来るように言われて、行ってみると窓口がね8時からなんで8時まで待てって言われたり、1日かかったんですけど、夕方6時7時に、薬持ってきてくれるんで、それ終わったら帰りますよって言って薬ずっと待ってたんですけど、一向に来ないと。でこれは多分忘れとるやつだなって思って見に行ったら、薬はあるんですけど、看護婦がこうキャッキャ言って持ってこなかったっていうのがあって怒ったんですけど、逆ギレされて、その時にね、なんかちょっと悟りましたね。後で伝えるインドネシアのいいところっていうのは悪いところの一体なんだなっていうのをちょっと気づいて、ちょっとそこはちょっと残念なところですね。系のクリニックとか通して、病院行くとホスピタリティは高いですね。なんで保険が効く場合はそこ通して行ってます。もう一点ですけど、あれですね、交通関係ですね。交通関係で小学校ぐらいの子供がバイク乗ってるんですよ。だから、それがちょっとあんまり好きじゃないなっていう感じですね。多分親も鍵を貸すっていうことは保証の面ね、なんかあった時に相手に保証するとかそういうの全く考えてないからなんだろうなっていうのがあるんで、ちょっとそれが嫌ですね。散歩で息子とね結構外出るんで、そういう時に本当出くわすんですよ。だからそこがちょっともう爆弾みたいなもんなんでね、食らったら終わりっていう。だからちょっと気をつけてますね。はい、ちょっと暗くなってきたんで、明るいいいところについて、3つ紹介したいと思います。最初のいいところですけど、勢いがあるですね。
人口ボーナスの真っ只中でやっぱ若い人が多い。だからか知らんけど、やっぱ勢いが日本と違いますね。なんか雰囲気が。例えば僕が住んでるチカランですけど、いろんなもんがボンボンできてます。ジャカルタも、すでに完成されてるんですけど、いろんなもんできたり入れ替わったりしてて、すごいね刺激にあふれてますね。ジャカルタとか行きますと、いろんな店があって、結構値段もしますけど、そんなとこにもうめちゃくちゃ人がいて、すごいお金使ってて、だからそういうの見てるとやっぱなんかちょっとやっぱりなんかすごいなって思いますね。なんかあといいところ2番目なんですけど、人が明るいです。なんかねこういろいろ皆さん悩みもあると思うんですけど、それをこう首にも出さずに前向きで、楽しく生きている人々っていう感じで、日本人にはない、なんか日本人はなんか悩むことがあると、それを解決するまでなんかこうずっと悩んでしまうというか、もう顔に出るぐらい悩んでしまったりとかすると思うんですけど、インドネシア人にはそれがないですね。ちょっと悩めよぐらい思ってるところもあるんですけど、これ大丈夫なんでも全然鉄の精神みたいなんでもう無敵みたいな感じで過ごしている人もいるんで、それがねやっぱすごい元気をもらえますね。明るいからかあんまりこう他人を批判するような性格ではないですね。もちろん人の悪口を言うのが好きな人もいますし、そういう人もいますけど、そういうなんかインドネシア全体の社会として「お前誰だろ、ダメだろそれ」とか、なんかそういう社会ではない。日本ってどっちかっていうとなんかそういうなんかすぐダメ出しをしたがるような社会ですけど、インドネシアはそういうのがない。だからホスピタリティがないとか、そういうとことつながってくるんですけど、だから結局ねプラマイゼロなんですよねいいとこもあるけど悪いとこもある。なんで人間的に見たら、別に日本人と変わらない、いいとこもあるし悪いとこもあるっていう感じですけど、その明るいところはすごくいいかなと思います。最後のいいところですけど、住みやすいっていうとこですかね。はい。まず気候的にずっと夏なんで20何度から32度とかそれぐらいだと思うんですけど、日本みたいにめちゃくちゃ暑くないんで過ごしやすいで、うちとかでも午前中はねクーラーつけて過ごしてたりとかしますし、だから気候面で過ごしやすいっていうのと、あと必要なサービスですね。学校とか日本料理屋とかね、なんや欲しいもんが手に入るっていうか、ある程度ね、例えばジムとかだったら日本よりこっちの方が数多いし、結構揃ってる感じはしますけどね、道具とかね。なんで、下手したら日本よりいいものも全然あるし、だから過ごしやすさっていうのはすごくあるですね。で家とかでも冬がないんですごい大胆なデザインにできるし、で僕結構なんすかね、インドネシアのね南国の植物が好きなんですよ。日本と比べてなんかすぐでかくなるし、いろんなのがあるし、だからそういうのを見ると元気になるんで、なんかそういうの過ごしやすさでくくれるのか分かんないですけど、そういうところも好きですね。はい、今回はこんな感じです。ちょっと適当に喋ってますけど、立場が変わったりね、職種が変わったりとか、そういうのするといろいろ変わってくるかなと思います。はい。またなんか需要があればこういう動画も出していきたいと思いますんで、またよろしくお願いします。じゃあ、ご視聴いただきありがとうございました。